タイタンには川があり、湖があり、雨も降ります。ただし、その液体は水ではありません。土星をめぐるオレンジ色の星です。タイタンの地表には液体の川が流れています。ただし、その雨は水ではありません。一体何が降っているのか。宇宙の不思議研究所。今日は土星の衛星タイタンを見ていきます。土星の周りにはたくさんの衛星が巡っています。その中で一番大きいのがタイタンです。オレンジ色に霞んだ不思議な星です。差し渡しはおよそ 5100km。太陽系で一番小さな惑星、水星よりも大きく、衛星としては2番目の大きさです。ところが、望遠鏡でタイタンを見ても、地表は全く見えません。全体がのっぺりしたオレンジ色にしか映らないのです。理由は、タイタンが分厚い大気に包まれているからです。衛星がこれほどの大気を持つのは、太陽系でここだけです。その大気の主な成分は窒素です。全体の9割以上を占めています。実は私たちが吸っている地球の空気も一番多いのは窒素です。地表にかかる空気の重さは地球のおよそ1倍半、深いプールの底にいるような重い空気に包まれています。オレンジのもやは太陽の光で大気の成分が壊され、できた細かい粒です。炭素を含む粒が空に漂っています。もやに何度も遮られるため、地表に届く光はとても弱いです。真昼でも地球の夕暮れのような明るさしかありません。そのため長い間、タイタンの地表がどうなっているのか全くわかりませんでした。もやの下は完全な未知でした。そこで探査機は、もやを通り抜ける電波と赤外線を使いました。すると、下に隠れていた地形が少しずつ見えてきました。そして2005年、小さな着陸機がタイタンの大気に飛び込み、パラシュートでおよそ2時間半かけて地表にゆっくり降りました。送られてきた写真には、丸く削られた石がいくつも転がっていました。まるで川で流された石のようでした。石が丸いのは液体に流されて角が取れた証です。地球の瓦の石と同じです。つまりタイタンには今も何かが流れているのです。やがて北の高い緯度に滑らかで真っ黒な地形が見つかりました。それは液体をたたえた湖でした。ただし、その液体は水ではありません。タイタンは冷たすぎて、水は石のように固く凍りつき、流れることができないのです。流れているのはメタンです。地球ではガスコンロの燃料になる気体が、タイタンでは冷えて液体になっています。地表の温度は氷点下およそ180度。地球の南極よりもはるかに低い温度です。この寒さではメタンがちょうど液体でいられます。空に漂うメタンは冷えると雨になっております。地球の水と同じように空と地面を行き来しているのです。ただし重力が弱く空気が重いため、雨の粒はゆっくりと落ちてきます。ふわりと舞うような降り方です。降った雨は集まり、川になって流れます。上から見ると、枝のように分かれた谷がいくつも刻まれています。その谷を削られている地面は岩ではありません。固く凍った水の氷がタイタンでは岩の役をしています。川、湖、雨、そして海岸線。材料も温度も全く違うのに、出来上がる風景は地球によく似ています。太陽系でここだけの景色です。北にある最大の海は、差し渡しがおよそ 1000km。日本列島が丸ごと入る広さで、地球のカスピ海よりも大きな海です。電波で探ったところ、その海の深さは、ところによって 100m を超えていました。浅い水たまりではありません。海面は驚くほど静かです。観測では波の高さは数センチほどしかないと分かりました。鏡のような海です。
一方、南の高い緯度には湖がほとんどなく、あっても小さなものばかりです。長い年月をかけて液体が北へ移っているようです。タイタンは土星と一緒に太陽を巡るので、1年は地球のおよそ30年、季節が一つ移るだけで何年もかかります。その長い季節に合わせて雨の降る場所も移っていきます。探査機は南の空に現れた雨雲も捉えました。赤道のあたりには湖の代わりに巨大な砂丘が広がっています。細長い畝がどこまでも平行に並んでいます。その砂は石が砕けたものではありません。空でできた炭素を含む粒が地面に降り積もったものと考えられています。砂丘の高さは100メートルほど、長さは100キロメートルを超えるものもあり、地球の砂漠にある大きな砂丘とほとんど同じ姿です。さらに、氷の地面のずっと下には液体の水をたたえた層があると考えられています。表と裏で2種類の海を持つ星です。土星の引力でタイタンがわずかに歪むことから、内側が硬い岩だけではなく、柔らかく動ける層があると分かりました。下の水が染み出して、氷の火山のように吹き出す地形も見つかっています。ただし、これはまだ議論の途中です。タイタンの地表には、クレーターがあまり残っていません。雨と風が傷跡を絶えず消しているからです。消され続けているということは、今見えている地形が新しいという意味です。タイタンは今も変わり続けています。この星へ羽で飛ぶ探査機を送る計画が進んでいます。2028年に打ち上げ、2034年にたどり着く予定です。車輪で走るのではなく、飛んで移動します。だから何十キロも離れた場所へ次々に移って調べられます。目的はタイタンの砂や空気にどんな物質があるかを確かめることです。炭素を含む物質の宝庫だからです。水の代わりにメタンで同じことが起きている星を調べれば、物質の変化について地球だけではわからないことが見えてきます。タイタンの空はもやで満ちているので、地表から土星を眺めることはできません。オレンジ色の天井がいつも広がっています。土星の隣でオレンジのもやに包まれたまま、タイタンでは今も雨が降り、川が流れ、海が静かに満ちています。オレンジのもやの下に、川と湖と雨がある世界、タイタン。太陽系の中で、これほど地球に似た風景を持つ星は、他にありません。今日の話が面白かったら、高評価とチャンネル登録で応援してください。次回も宇宙の不思議をお届けします。またお会いしましょう。